皆さん、こんにちは。マリアです。今日もちょっと日本語を聞いてみませんか？今日のテーマはコレクションです。皆さんは何かを集めていますか？例えば、切手、本、漫画、フィギュア、カード、ぬいぐるみ、キーホルダー、マグネット、ポストカード。世の中にはいろいろなコレクションがありますよね。私は今まであまり物を集めるタイプではありませんでした。旅行に行ってもたくさんお土産を買うことはありませんでしたし、同じ種類のものを集めたいと思ったこともあまりありませんでした。でも、今年から旅行先でポストカードを集めようと思いました。今日は私がどうしてポストカードを集めようと思ったのか、そしてコレクションの楽しさについて話したいと思います。まず、コレクションとは何でしょうか？コレクションは自分が好きなものや興味があるものを少しずつ集めることです。そして集めたものそのものをコレクションと呼ぶこともあります。例えば、私は切手をコレクションしています。これは私のカードコレクションです。日本語では集めるという言葉もよく使います。漫画を集めています。旅行先のマグネットを集めています。好きなキャラクターのグッズを集めています。というふうに言うことができます。コレクションするものは高いものでなくても大丈夫です。大切なのは自分が見たときに嬉しい気持ちになったり、特別な思い出を感じたりすることだと思います。私はもともとあまりコレクションをする人ではありません。もちろん可愛いものや好きなものを見ると欲しいなぁと思うこともあります。でも何か一つのものを決めていろいろな種類を集めることはほとんどありません。ものが増えすぎるのも少し苦手です。部屋に物がたくさんあるとどこに置けばいいのかわからなくなるからです。それに旅行に行った時も、これ本当に必要かな？家に帰ってからも使うかな？と考えて、お土産を買わないことも多いです。旅行中は欲しいと思っても、家に帰ったら使わなくなるものもありますよね。だから私は旅行のお土産を選ぶとき、少し慎重になります。そんな私ですが、今年から旅行先でポストカードを集めてみようと思いました。ポストカードは小さくて薄くて軽いです。スーツケースの中で場所を取りません。そして値段もあまり高くありません。旅行先の綺麗な景色や有名な建物、その場所らしいデザインが書かれています。ポストカードを見るだけで、その時の旅行を
思い出すことができます。この景色を見たな。この日はとても暑かったな。ここで美味しいものを食べたな。この旅行は楽しかったな。そんな思い出が1枚のカードの中に残ります。写真はスマートフォンの中にたくさんありますが、ポストカードは実際に手に取って見ることができます。そこがとてもいいなぁと思いました。最近私はギリシャのナクソス島とミコノス島に行きました。ナクソス島は自然が多くてとても綺麗な島でした。海も綺麗だし、白い建物や静かな街の雰囲気もとても素敵でした。ミコノス島も白い建物と青い海が有名ですよね。細い道を歩いたり、綺麗な景色を見たりして、ギリシャらしい雰囲気を楽しむことができました。その旅行で私はナクソス島とミコノス島のポストカードを買いました。じゃじゃーん。お店にはいろいろなデザインがありました。海の写真、白い家の写真、有名な場所の写真、夕日の写真、どれにするか少し迷いました。全部買いたい気持ちもありましたが、たくさん買いすぎるとコレクションを続けるのが大変になるので、自分が一番好きだと思ったものを選びました。今、そのポストカードを見ると、旅行中の景色や気持ちを思い出します。まだコレクションは始まったばかりですが、これから旅行するたびに1枚ずつ増やしていきたいと思います。今は旅行中にスマートフォンでたくさん写真を撮る人が多いですよね。私も写真や動画をたくさん撮ります。でも旅行から帰ってくると写真をあまり見返さないことがあります。写真が多すぎてどこにあるのかわからなくなることもあります。一方で、ポストカードなら部屋に飾ったり、アルバムに入れたりできます。ポストカードの裏に旅行した日、一緒に行った人、その時の気持ち、旅行中に起きたことなどを書いておくのもいいですよね。例えば、2026年の夏、ナクソス島に行きました。海がとても綺麗で、毎日暑かったです。と書いておけば、何年か後に見た時もその旅行を思い出すことができます。ただのポストカードではなく、小さな日記のようになります。では、どうして人は物を集めるのでしょうか？理由は人によって違うと思います。好きなものに囲まれると幸せだから、珍しいものを見つけるのが楽しいから、全部揃えたいから、子供の頃から好きだから、旅行や特別な日の思い出を残したいから、同じ趣味を持つ人と
交流できるから。コレクションにはその人の性格や興味が現れると思います。本が好きな人は本を集めるかもしれない。アニメが好きな人はフィギュアやグッズを集めるかもしれません。旅行が好きな人はポストカードやマグネットを集めるかもしれません。そして集めているものを見ると、その人がどんなことを大切にしているのか少しわかる気がします。もちろんコレクションには大変なところもあります。まず、物がどんどん増えていきます。置く場所が必要になります。そして欲しいものが見つからないとずっと探してしまうこともあります。珍しいものや人気があるものは値段が高くなることもあります。あと一つで全部揃うと思うとどうしても欲しくなってしまいますよね。だからコレクションをするときは自分なりのルールを決めるのもいいと思います。例えば旅行した場所のものだけを買う。1回の旅行で1枚だけ買う。自分が本当に気に入ったものだけ買う。使えるお金を先に決めておく。このようなルールがあれば、無理をせずに楽しむことができます。私は今のところ自分が実際に旅行した場所のポストカードを買うというルールにしたいと思っています。行ったことがない場所のポストカードも綺麗ですが、自分の思い出と一緒に残したいからです。コレクションはただ物をたくさんに持つことではないと思います。そのものを見たときにどこで買ったのか、誰と一緒にいたのか、その時どんな気持ちだったのかを思い出すことができます。小さなものでもそこには大切な思い出が入っています。私のナクソス島とミコノス島のポストカードも他の人にとっては普通のカードかもしれません。でも私にとっては今年の夏の旅行を思い出すための特別なものです。これからポストカードが増えていったら、それを見るだけで今まで行った場所を思い出せると思います。小さなカードで私の旅行の歴史になるかもしれません。では、皆さんに質問です。皆さんは何かを集めていますか？そして、どうしてそれを集め始めましたか？ぜひ、コメントで教えてください。今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。